ってる。いや、私は別に皆様にどう言われようと腹は立ちません。違う違う。今日はね、うまいこと言う回じゃないんですよ。弁が立つ。なんかみんなのコメントに腹が立つ。まあ、立つものといえば、この世いっぱいございますけれども、お抹茶を立てると言い方をします。思いっきり今日話すことに軌道修正をしてまいります。抹茶をですね、立てると言いますね。なんか、コーヒーとか紅茶とかって基本的にこう、入れるみたいな言い方をすると思っちゃうけど、不思議だよね。なんか抹茶だけ立てるって言い方をね、で、これも、なんかね、抹茶とかってさ、なんかこの茶室でさ、こういう茶室で、なんかお抹茶立てて、そんでもって、結構なお手前でって言うじゃん。で、結構なお手前ずっとさ、手前、ハンドの方の手に、フロントの前で、結構なお手前でって言ってるって思ったんだけど、あれ違うらしくって、結構なお手前の、手の部分は、点ですね。点数の点。らしいの。いや、それね、最近知って。抹茶、美味しいよね。最近ね、どうやら世界的に、また、お抹茶が流行ってるらしくって。で、ですね、以前私、ロンドンに行ったことがあるんですが、ロンドンに行った時もね、結構な、頻度で、ロンドンの、喫茶店とか、そのテイクアウトができるようなカフェだねに入った時ね、なんかほとんど体感ね 7,8 割ロンドンのお店にその抹茶ラテっていうメニューがありまして、こんなところにもお抹茶があるんだって言ってびっくりしたんですよ。だからそこでね、抹茶飲みたいなと思ったんだけど、クレジットカードの上限の前には人は歯が立たない。どこのポケフタにいるんだろうと思いまして探しますと、西尾でございますね。愛知県は西尾というところに5クリンいるということで、今回は愛知県は西尾に行ってきました。この西尾、めちゃめちゃ有名なものがあります。それは何かと言いますと、さっき話題に出しましたお抹茶でございます。だからね、このマンホールの色もちょっとね、抹茶っぽい感じ。だから、ゴクリンが選ばれてるの多分色ですね。これは、おそらくマホイップもさ、マホイップちゃんってこの、手前のね、ホイップのポケモンですね。マホイップちゃんも通常の色とは異なる色してるんですね。お抹茶色。そう、これ抹茶色なんだよ。だから、ポケフタすごいよくって、その名産とかもね、知ることができる。抹茶ミュージアムっていうのがあったとよ。抹茶ミュージアム、この西尾、やっぱりね、お抹茶有名じゃないですか。で、それに関するミュージアムがあると、これは行くしかない当日ですよ。さあ皆さん、ここで嫌な予感はしませんでしたでしょうか。当日、そしてラデンは計画を立てるのがほとほと苦手でございます。さあ、ちなむと休館日ではございません。私は皆様に何度もお伝えしております。美術館に行くときは確認をすることがあります。休館日、そしてそこが要予約かどうかをちゃんと見なさいと。そうですな。なんと入り口にこう張り紙がありました。本日当日キャンセル出ました。あと何名体験できますが、やります本当にいろいろ体験できる。例えば抹茶の製造過程、茶摘みからですね。皆さん聞いたことないでしょうか、この歌。夏も近づく88夜のにも88夜、この88夜っていうのがその茶摘み、これ茶摘みの歌やんけん、88夜で摘むっていうのがあって、でその摘むまでの過程だったり、あとお抹茶ってさ、そのなんていうの、黒いシートみたいなのを途中でかけないといけないんだって。なんでその黒いシートの中に
実際に入ってみたりっていうのもできる。一回こんな感じでですね、石臼でゴリゴリしまして、このさ石臼の上のところにお抹茶の葉っぱもね、もうちょい細かくなってるやつを入れて、それを石臼をこうグリ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 って回して、またねめちゃめちゃ細かい粒子になったものがこの石臼の下から。ただね、この石臼でゴリゴリするのがなんかね決まってるらしくて、確かね1秒1回転だったかな。1、2みたいな厳密に決まってて、なんでかっていうと、これそれ以上早くしてしまうとどうやら熱が発生して味が変わるらしいんよ。これびっくりじゃない？このゴリゴリっていう速度は速すぎちゃ味が変わるからダメっていうところで厳密にね決まってるんだって。そう早いとその摩擦で熱が出ちゃって味が変わるんだそうでございます。抹茶ミュージアム、ここのねなんかその石臼の工場みたいなのを見た後に、皆さんこれ石臼実際にゴリゴリしたくないですか？こう機械でやってるのを見た後に自らの手でゴリゴリしてみたくないですか？なんと実はこの抹茶ミュージアムゴリゴリすることができ、このゴリゴリする前、この石臼のさ上にあるちょっと目の粗い抹茶、この目の粗い抹茶なんですが、なんと自分でお抹茶のその茶葉の特色とかが書いてあるんですが、そこから自分で選んで自分でブレンドしたものを石臼でゴリゴリすることができるんやけ。これもすごい本当に。なんとこの石臼でゴリゴリして体験終了ではないんです。今日ね画面の右下にずっと置いてありましたね。じゃんからの、なんとこの自分でゴリゴリしたお抹茶を立てることができるんです。すごくないわかってで、ちっちゃい茶室みたいなのがありまして、そこに移動して自分のゴリゴリした抹茶を立てる。この茶筅使ってね、ジャ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 って言って実際に立てることができるんですが、まあ美味しかった。本当にね、立てたてのお抹茶は美味しい。泡がねクリーミーでね、舌触りもよくって、で苦味がさ嫌な苦味じゃないんだよね。この抹茶特有のさ口の中でふわーっと広がって、茶匠体験っていうのもできます。茶匠さん、茶の匠ですね。もうお茶のプロの体験もできて、格付けチェックみたいなやつができます。A の抹茶、B の抹茶、C の抹茶っていうのがあって、A の抹茶は茶道とかに使われるお抹茶で、 C のお抹茶はなんかその加工用で、 C のやつもこれね飲んでみたらわかるんですが、結構ね苦味というか渋みがガツンとくるタイプのもので、このねガツンと来ないとその加工用のお抹茶にできないんだって。なんかそれチョコレートとかと混ぜた時に抹茶のね渋みが消えちゃうんだってっていうのがあって、そうだから ABC どれがいい悪いじゃなくて、用途によってその抹茶の葉っぱが分かれてるっていうのも、ジュース自分でゴリゴリできるっていう風に言ったと思うんだけど、結構ねパワーがいるよ。ラデンがやりたいって意気揚々と意気込んだはいいものの、もう後半ゼーハーしてましたよ。やはりねこれパワーが必要でございます。よいしょ。ダンスとどっちがきつい？ダンスギリダンスかな。ちょっとお水飲ましてね。ちょっと歴史公園に話は戻るんですが、このね歴史公園の中に旧近衛邸っていう場所があります。でこれはもともと京都にあった建物を西尾にねそのまま持ってきた移築した
ところなんですって。で、ここでもね、西尾のお抹茶飲むことができますよ。これで本当に。ここでもね、ちょっとお抹茶いただいたんですけど、美味しかった。めちゃめちゃ美味しかったよ。奥の左下にある小さいなんか障子窓みたいなやつあるやん。これがにじり口なんですね。こういうね、ちっちゃいところから入る。で、これなんでこんな小さくなってるかっていうと、刀とかを持ち込ませないためなんですよね。刀とか、引っかかっちゃうの。それぐらいね、ちっちゃいやつで。その中でも出てきたんだけど、茶室って、政治の場なんですね。わかりやすく言うと、お茶飲みながら政治についてお話しし合うみたいなのが茶室だったんだよね。けどそんなところでさ、刀持ち込まれたら大変なのわかるとんでもなく刀持ち込まれちゃったらさ、で、こう狭いし、茶室。もう逃げ場もないしさ、いやーってなっちゃうじゃんっていうのがあって、すごい密談の場なんだよね。そうそうそう。だけど、旧近衛邸の、この茶室には、これがなかったんよ。このねじりとが。にじり口がね。なかったんよ。その前、刀を持たなくていいくらいの身分の方。だから、めちゃめちゃ、なんていうの、身分が高い方というか、まあ、天皇様とかよね。の方々が使うための茶室だったんだって。だから、格式めちゃめちゃ、超格式高い人が来るから、このにじり口っていうのがないっていうのがあって、はーと思って。そう、まあ、だから偉い人たちよね。が来るためのお茶室だったんだって。このね、旧近衛邸にいるおじいちゃんが教えてくれた。床ヶ町っていう、このイラストで言うと、掛け軸がかかってたり、花が生けてあったりしてあるところあるでしょ？床ヶ町。ここが、めっちゃ高かったの。なんかこのイラストより、このイラスト倍ぐらい、段差があって、で、しかも、この床ヶ町がなんかめっちゃ広かったの。床がね、すっげえ広くって、なんやここと思ってたら、このね、床ヶ町に、一番偉い人が座るんだと、と思って、そこ座るとこなんだって思ったんよ。一番偉い人が座るけん、掛け軸を背にして、座るんから、いや、掛け軸見れなくないと思ったんだけど、多分そんなこと言っちゃいけないんだろうなって思います。これはちょっとね、聞けなかった。さあ、ということでですね、今回の螺鈿放浪記、なんか放浪つってもね、本当に西尾に行って帰ってくるぐらいの時間しかなくって、よく言えばもうちょっと散策したかったなーっていうのはあるんですが、そんな感じでですね、螺鈿放浪記、計画はお早めに計画立てて、マッチも立てた、螺鈿放浪記、西尾編でございました。ありがとうございました。いやでもね、久々にこうやって放浪に行けて一番立っていたのは自分の浮き足が立ってましたということで、お後がよろしいようで、お後はいないんですけど、お後がよろしいようで、ありがとうございました。